This is the way 我らの道我らの道メディコムトイズマフェックスマンダロリアンバージョン2の紹介になります。フィギュアとしてバージョン2でもあり、ドラマとしてもシーズン2のフィギュア化になりますね。では開けていきましょう。マンダロリアン、今までドラマ見た中で日本のも含めてもうナンバーワンに好きですね。それほど面白い。ちなみに今までナンバーワンは ER でしたけどもね。よいしょ。では開けていきましょう。どんな感じだ。よいしょ。個人的にはね、ディンジャリンの頭部気になっているんですけども、出てこいマンド。よいしょ。いいな、やっぱりデザインいいですね。スタイルいいですね。よし。グログも忘れずに。グログもいいな。よし。では中身の方すべて取り出していきたいと思います。でですね、これはこの前紹介させていただいたバンダイの SH フィギュアーツのマンダロリアンの時もそうだったんですけど、あっちは台紙で、今回はパッケージの裏側にこのようなイラストが印刷されていて、これがまた素晴らしくて、これはちょっと切り取って飾るのもいいですし、なんならもうこのまま置いて飾るのも全然ありですね。いや、素晴らしい。ではフィギュアの方を見ていきます。ではまずグローグから見ていきましょう。いや、今回も可愛さ爆発ですね。これはデジタルプリント使われていそうですね。瞳にハイライトが入っていて、より劇中に近づきましたね。で、可動の方は頭がこのように動いて、ぐるりと一周はできないかな。やろうとすると外れます。で、手はこのように動いて、手首もボールジョイントかな、結構動きます。ぐるりと一周で、足なんですけども、これは動かなそうですね。このまんまで接着されている感じ。いや、今回も素晴らしい出来。こちらはこの前紹介させていただいたバンダイ SH フィギュアーツのマンダロリアンのグローグなんですけども、こうやって並べてみますと意外とフィギュアーツの方が大きいんですね、身長で。劇中再現度で言えば今回のマフェックスの方が似てるかなとは思うんですけども、フィギュアーツの方も出来全然いいので高次元での比較になりますね。フィギュアーツの方は耳が動いたりしますし、今回のマフェックスは動かないと。グローグはなんぼあってもいいんでね、問題なし。そしてこれはカバンの中に収まっているグローグなんですけども、少し口が開いた造形になっていて、笑顔のようにも見える。何かを伝えているんでしょうかね。で、頭の方、このように取り外すことができて、先ほどのやつと交換できますので、2パターンのグローグが楽しめると。では次にマンドをいきましょう。まずは頭部。このマンダロリアンのヘルメット、デザイン的にはシンプルに見えるんですけども、再現するのが難しいのか、フィギュアによっては出来まちまちで、中には全然似てないものがあったりするんですけども、今回のマフェックスに関して言えば出来いいんじゃないでしょうか。変な違和感は全然感じません。ヘルメットパーツもう一つ付属していまして、こちらは右側頭部にライトが取り付けられたもの。このライト劇中そんなに使用頻度高くなく、わざわざこのフィギュアに取り付けても遊びの幅は広がりませんが、個人的に印象に残っていて結構嬉しい頭部パーツ。そしてこの頭部パーツ、このパーツのためにこの商品を購入したと言っても過言ではない。ヘルメットを脱いだ素顔、ディンジャリンの頭部パーツですね。ドラマ劇中、このヘルメットを脱ぐシーンが最高で涙が出るんですけど、とはいえわざとらしいお涙頂戴のシーンでもなく、ましてや悲劇的涙を誘うシーンでもなく、なんかね、心がジーンと温まって自然と目頭が熱くなるほんといい場面なんですよね。演じているのはペドロ・パスカル、ゲームオブスローンズのオベリン。このディンジャリンの素顔パーツ、過去にフィギュアーツでも出ていたんですけど、あっちはね、なんか出来がいまいちに感じたんでスルーしたんですけど、いや、さすがマフェックス。
フィギュアーツとの比較はできませんがね、これは本人激似と思いますよ。この商品に限らず、マフェックスの頭部パーツは他のメーカーに比べて抜きん出てると思いますね。こちらは先ほど紹介したグローグーとのセットのマンダロリアン、フィギュアーツですね、になるんですけども、こうやって並べてみても、やはりデザイン微妙に違いますよね。一番の相違点は、この黒い部分、フィギュアーツの方が太くて、今回のマフェックスの方が細かったりする。これはどうなんかな。劇中再現度で言えば個人的な意見なんですけども、今回のマフェックスの方が似てるような気がしますね。フィギュアーツの方も出来いいので、どちらかいいかは好みによるところかな。2体並べてみると、今回のマフェックスの方がスタイル的にはよく見えるんですが、フィギュア自体の大きさも違いますし、腰の高さも違いますよね。この辺の比較は参考にならないかな。フィギュア自体のスタイルも全く問題ないレベルなんでね。フィギュアーツのマンダロリアンはシーズン3のものを再現したらしく、シーズン3、確かに場面によってはこのベスカーアーマーの色、くすんだように見えるんですが、やはりベスカーアーマーといえば今回のような銀色強めの方が印象あるので、今回の方が色的には好みかな。下半身の方も細かく見れば造形違いはありますけども、どちらもよくできているので大差はありませんね。大きな違い点を挙げるとするならば、太もものアーマー部分。右アーマーに関しましては、フィギュアーツの方がウェザリングがうるさめ。左アーマーに関しましては、マフェックスの方がなんか泥にまみれた感じで、質感的にはマフェックスのがリアル。マントの方はそれぞれ違う素材が使われていて、このフィギュアーツの方は何て言えばいいのかな、普通の布が使われており、今回のマフェックスの方はなんかモコモコした感じ。あえて表現するならば、液晶モニターを拭くやつ、あんなような感じで、この部分に針金が仕込まれているので、自由に家具とつけられる。右肩アーマーのマッドホーンの刻印、これはね、2つとも全く同じに見える。両腕のガントレットの方もしっかり造形されている。腰のベルトについている小型爆弾は取り外すことはできない。可動範囲、まずは頭部、頭の付け根と首の付け根でそれぞれつながっていて、それを踏まえまして上へはここまでいけますね。で、下へはここまでできて、ぐるりと一周できて、このように傾き取れると。上半身、肩および腕はこのように引き出し機構がありまして、で、肩アーマーはこのような接続でこんな感じで動くと。それを踏まえて横へはここまでかな。もうちょっといけるか。ここまでか。マフェックスはね、ちょっと関節無理すると怖いんですよね。ここまでしかいけないのか。で、ぐるりと一周回って、腕の付け根で回転できて、肘はここまで回って、肘のこの部分で回転できて、で、このガントレット、ここでも少し稼働しますね。で、手首はこのような接続でこのように動くと。胴体接続箇所はこのアーマーの切れ目の部分と腰でそれぞれつながっていって、それを踏まえて後ろへはここまでで、前はここまでというか、前後可動ほぼないかな。で、ボールジョイントなんですけど、ぐるりと一周できなくて、傾きもほぼ取れないかな。胴体の可動はないと思った方がいいかもしれない。下半身はこのように引き出し機構がありまして、引き出した状態だと前はここまでで、後ろへはここまでできて、股割りはここまでかな。で、足の付け根でこのように動いて、膝がここまでか。ここまでで、足首後ろへはこうで、前はこうで、
つま先あって傾きも若干取れるかな。ちょっと設置性不安かな。頭部以外の付属パーツ、まずはブラスターライフル。造形も細かいんですけど、塗装が至るところに施されていて、これも細かいんですけど、はみ出しとか一切ありませんね。で、ライフルの先端部分、何やら青白く塗装されていて、いかにも熱を帯びた箇所って感じがして、これいいですね。そんなライフルにつける電撃エフェクトパーツ、この部分に穴が開いているので、ライフルの先端をこのように取り付けてあげる。ライフルもう一丁付属していまして、こちらはフィギュアの背中に取り付ける用のもの。このように細いベルトが出ていまして、さあ来ましたよ。マンダロリアンフィギュアのライフル背負わせにくい問題。これにも当てはまると思います。このような付属パーツが、小さい付属パーツがついていまして、マントこの部分に切れ込みが入っていて、このパーツをここの切れ込みに入れてあげて、でベルトの裏側穴開いてるんですけど、この穴に先ほどのパーツをつけてあげるんですけど、これがつかないんですけど、頑張ってつける。でその取り付けたパーツにこのようにライフルを通してあげて、で最後にこの前の部分ベルトを止めてあげれば完成なんですけど、結構これ外れます。この部分まあしんどいんですけど、我らの道。こちらはブラスターピストル。小さいんですけど塗装しっかり塗り分けされていますね。こちらのナイフも細かく塗り分けされています。劇中使用頻度減りましたけど、個人的にはもっと使ってほしいアイテムですね。そしてマンダロリアンの中で一番好きな武器、ベスカースピア。この武器もう溶かしてないんですよね。また登場させてくれないかな。こちらはダークセイバー。頭身部分が白いパーツで、その上から黒い模様がプリントされていて、劇中を再現している。で、頭身のない柄だけのパーツもあり、ワイヤーアンカー。取り付け方なんですけども、手首を外しますと、このように穴が開いていますので、この穴にワイヤーアンカーを差し込んであげて、手首をつけてあげれば完成なんですけど、このワイヤーアンカー針金とか仕込んでいるわけではないので破損注意。火炎放射のエフェクトパーツ、炎部分グラデーションがかった色になっていて結構リアルですね。取り付け方は右ガントレットがこの部分外れまして、このように取り付けてあげれば完成と。乾燥簡単なので遊びやすい。こちらは劇中大活躍したホイッスリングバード。取り付け方は先ほどの火炎放射同様、今度は左のガントレットのこの部分が外れまして、このように取り付けてあげれば完成なんですけど、ちょっと寂しいかな。劇中だと部屋中飛び回るんで、発射の瞬間を再現してるんでしょうけど、ちょっと寂しい。マンダロリアン必須アイテムのジェットパック。取り付け方なんですけども、背中のアーマーがこのように外れまして、このジェットパックをつけてあげるんですけど、ちょっと付け方に癖がありまして、このベルトが邪魔してこのままだとつかないんですよね。で、ここ見えますかね。ここにね、ベスカースピアを入れるんですけど、この隙間、ちょっと見えづらいかな。この隙間にね、このベルトをこんな風に差し込んであげると結構スムーズにつきますね。でもって先ほども言ったベスカースピアはこのように取り付けることができます。そしてジェットパックにつけるエフェクトパーツは噴射口にこのように差し込む。そして最後に手首パーツは1、2、3、4、5、6、7、8、9種類が左右分。サイズ比較。フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。もう一丁比較。両サイドにあるのはハズブロスター・ウォーズブラックシリーズのダース・マルガスとめっさ強いストームトルーパー。この辺のサイズ感はこの前のフィギュアーツでも違和感なかったので、今回そのフィギュアーツよりも少し大きいマフェックス、さらに違和感ないですね。
はい、では終わります。今回もありがとう。バイビー。